物に執着しなくなったせいか、最近物を大事にしなさいとよく言われます。物を大事にするということを説いた教えなどはありますか、という質問。なるほど。じゃあ役に立つかどうか分かりませんだけど、ブッダの時代でね、出家にはやっぱり物を大事にすることは徹して教えてるんですよ。例えば衣はね、一着しか持ってはいけない。一着には3枚入ってますけどね、だから着替えとかはないんです。だからそれはすごく大事に使わなくちゃいけない。それを愛着ではないようにしなくちゃいけない。それからこの腰巻きだけで普段森の中で、あるいはお寺でいる時はいるんだけど、で衣洗ってあるいは宅配に行って帰ったら必ず衣を干してくださいと。汗がついたまんまで置くんじゃないよとかね。で厳しく帰る人としては言ってるんですね。だからそれは物を大事にするためなんですね。当時では衣っていうのはなかなか手に入りにくかったし、だから古いボロ切れ砂で合わせて作るものでしたからね。それでカビでも生えてしまっちゃえばもうすぐ使えなくなっちゃうんですね。服にカビが入りますよ。そうするとカビがついたものは体につけると健康に悪い可能性もあるしね。だから衣をちゃんと干してから部屋の中に入れておく。部屋の中に入れておく場合は畳んでくださいと。毎日同じところで畳まないでくださいとも言ってるんです。畳むところはちょっと変えてくださいと。今品質はいいんだからみんな気にしないんだけど、だから昔は品質も良くなかったでしょうしね、手作りだからね。だから同じところで畳んじゃうとそこから破れていく可能性もあったしね。だからそれぐらい精密に戒律書に戒律本に書かれているんですよ。だから鉢の使い方とかね。で鉢も必ず托鉢してご飯食べてからきれいに洗って干して乾かしてそれから保管するんですね。だから後から総理を履いてもいいっていうことになったんだから、これ総理の扱い方とかね、いろいろは出てくるんですね。そこでポイントは物を持ってはいけない。それはすごく悪いと。生臭坊主やと。たくさん物を持つことは。しかし必需品は最小限にして使ってください。それは大事に使ってくださいということで、現代になってから我々はブッダのこの習慣分かりますけどね。で昔戒律を読むとうるさいんじゃないかなっていう感じもしまったしね。そこまでっていうふうにね。しかし現代は我々は地球を破壊しているんだからね、物事を、無駄に使ってね。だからこの自分のものじゃないんだから地球のものはね。だから借りているっていう感じで使わなくちゃいけない。地球に生まれたんだから一人の人間として一人の人間の
命を支えるぐらいは地球から何か借りてもらわなくちゃいけないんで、だからそれは最小限にしましょうよと。で最小限にするだけではなくて、すごく大事にで使ってみるんですね。使い捨て習慣は仏教ではないんですね。そういうわけで物を大事にする教えっていうのは出家の戒律書の本にいっぱいあります。で在家にはそれほど教えてないんで、在家っていうのは贅沢したいっていう気持ちがあるんだから、で贅沢とは無駄遣いですね。だから最近にはあんまり教えてはないんですけど、とにかく我々使う品物を大事にした方がいいでしょうね。ほうきを使ってから放り投げるとかね、けしからんでしょ。丁寧に置いておくとかね、タオルを使ったらもう丸めて捨てるとかね、もう洗いバスケットに、それってちょっとそれもかっこよく置いておけばいいんじゃないかね。だからこの執着は汚いんですけど、これはすごく物を大事にする場合は美しいんですね。自分の心が優しい心に変わるんですね。ですからこの物語っぽく言えばね、じゃあこのシャツをアイロンかけて畳んでおきますと、シャツ様をアイロンかけてあげましょうと思った方が、シャツに対して優しい気持ちが生まれてくるんですね。アイロンかけてあげて気持ちよく畳んであげましょうと。でそこで自分も楽しいし、そのシャツを大事に使うということにもなりますしね。で執着しないでそういうのはできますよ。執着しないっていうのは無駄遣いでいい加減で、使っては捨てる俺は執着ないからっていうのは、これは間違いなんですね。それはだらしないっていうことだけで、仏道を歩むならばだらしなくではなくて、いつでも人格向上が必要し、精神安定することが必要なんですよ。ですから物に執着していっぱい物を持っていると落ち着かないんですね。いろんな品物たくさんになると、自分も持ってるかないかも分からなくなっちゃうし、必要になった途端ネットでまた買うとかね、またそれ忘れてまたネットで買うっていう感じにもなっちゃうしね。でそうすると性格はだらしなくなっちゃって、集中力がなくなっちゃって、だからこの物に執着しないことによって精神的に落ち着いてほしい。物を大事にすることによっても精神的な安らぎに達してほしいということは仏教的な立場です。以上です。はい、ありがとうございます。